ルミックス S1M2 シリーズの大型アップデートが解禁されました。発売からわずか5日というタイミングでの異例の事態となっています。中でも注目すべきはアリ社に正式認定されたアリログ C3 の搭載。これにより1台のカメラでパナソニックの Vlog とアリのログ C3 の2つのカラーが楽しめる唯一無二のカメラへと進化します。 S1R M2 には 8.1K のオープンゲート撮影や新たにアーバンスポーツ認識 AF も追加されたりと、アップデート内容はまだまだ盛りだくさん。全てをまとめて皆さんにご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、あきよです。ルミックス S1M2 シリーズアップデート来ました。なんで笑ってるかというと、早すぎひん。今月の19日に S1M2 と M2E と、あとは 24mm、60mm のね、レンズが発売となりまして、まだ5日しか経ってないんですけれども、もうアップデートが来てしまいました。で、今回のアップデートは S1M2 シリーズで、特にこの S1R M2 ですね、これがね、結構今回は大幅アップデートであるし、なおかつ、全てもね、全体に共通するアップデートもありますので、S1R2 先に買ったけど S12 発売されて、いや、そっちの方がなんか機能入ってるやんみたいな、そういったものもね、結構今回でフラットになったりとか、あとはね、新機能とかね、今回めちゃめちゃね、追加されるということで、多分この動画がね、出てる頃ぐらいに、情報解禁が入ってアップデートができるようになってると思いますので、ぜひですね、皆さんね、アップデートしていただければなというふうに思っております。で、今回ね、ちょっとありがたいことにね、この S1M2 の、もうニューアップデートがね、全部入った状態でお借りすることができまして、特にね、この動画が PR というか、タイアップというわけではないんですが、ありがたくね、先行で使用させていただきましたので、アップデート内容をしっかりと紹介しつつ、みんなが気になるであろう、ね、注目のね、内容にもね、ちょっとじっくりとね、撮影してきましたので、そういったところもね、皆さんにご紹介できればなというふうに思っております。ということでね、早速どういった内容がね、アップデートされていったのか、実際にね、一個一個見ていきたいなというふうに思います。まずね、もうアップデート内容一覧でね、まとめましたので、こんな感じです。はい、見ていただければと思います。こういった形で追加されていきましたので、一個一個ね、確認をしていきたいと思います。S12 にはね、入っているものが多いので、S1R2 ユーザーの方がね、ちょっと今回絶対アップデートした方がいいというところではあるんですけれども、まず人体認識にアーバンスポーツモードがね、追加されました。これに関しては僕 S12 のね、レビュー動画の制作時にですね、ブレイクダンスをして、実際にね、そういったアーバンスポーツのね、AF の性能っていうのは確かめたと思うんですが、それが S1R2 にも入りました。これはですね、ブレイクダンスとかスケートボードとかパルクールとかね、5つぐらいのね、スポーツが対象になるんですけれども、激しい動きとかでもしっかりとね、被写体認識ができるというような機能になっています。これの良さとしては、演者の後ろのね、観客っていうのはできるだけ認識しないような精度になっていて、その認識の対象のパフォーマーにおいては、あらゆる姿勢とかあらゆる体勢だったとしても認識することっていうのを目的に開発されているそうです。なので僕もね、ブレイクダンスで結構いろんな逆さまになったり、ヘッドスピンとかね、よくやってたんですけれども、ああいった予期せぬ予測不可能な動きでも認識してくれるというところで、めちゃめちゃね、これの精度はかなりいいかなと思います。僕の中で b ボーイ、ブレイクダンサーを一番撮れるカメラはマジでね、ルミックスだと思ってます。はい。それぐらいね、すごいいいところ。余談やけどね、僕が大学の時はね、頑張って S1 でマニュアルでこうやってフォーカスグリグリしてやってたんですけど、あれは何やったんやろね。はい、ということで、続いて2つ目がですね、S1R2 に HEIF の、撮影形式が追加されました。これもね、結構待ち望んでいた方多いと思うんですけれども、こういった記録ファイル方式で、JPEG とか RAW とか撮ると思うんですけど、その JPEG を撮るときの JPEG の形式をね、JPEG か HEIF かに選択することができます。で、これ違い何かというと、JPEG っていうのは8ビットに対して HEIF は10ビットになるんですよね。なので、やっぱり情報量っていうのが多くなったりするので、取って出しでよりね、楽しめるっていうのもあるし、それこそね、リアルタイムラットとかを使って、ラットをね、写真に当てていくと。で、それが JPEG 取って出しで使いたいっていう方もちろんおると思うんですけど、あれは言うても8ビット。でも HEIF は10ビットになるし、結構その処理速度とかもね、速くなったりするので、なのでね、この HEIF っていうのはすごくね、人によって持っていたっていう方は多いんじゃないかなと思います。ただね、注意点としては、これね、選択するときにも、再生とか印刷に対応した環境が限られるっていうのがあって、要はね、そのデバイスがね、HEIF に対応してないっていうのは結構あるんですよね。印刷するときとかも JPEG で読み込んでやるとか、あとはSNS にアップロードするときも HEIF はできませんとかね、あるかな。はい。互換性という意味では結構限られてしまうというのはあるので、そこら辺をね、考慮するのであれば絶対 JPEG の方がいいんですけど、より高品質にね、自分だけで完結したいという方とかは全然 HEIF でいいと思うので、僕はね、ここ HEIF 結構ね、これは熱いなと思っています。でね、S1R2 ユーザーさん、なんとね、8K のオープンゲート来ました。やばくね、これ。こんなんさ、後でいけんかいみたいな感じではあるんですけれども、ちょっとね、今僕 S1M2 だけアップデート入ってて、こっちはね、ちょっとできないんですけど、
けれども、実際にね、S1M2 でもね、6K でちょっとオープンゲートを取ったりしてたんですけれども、やっぱこのね、記録方式めっちゃいいんですよね。皆さんオープンゲートわかりますでしょうか？ルミックスカメラでね、センサー全域記録ともね、言ったりするんですが、これはですね、カメラが持っているセンサー全域で出力をすることを指します。今このように見ていただいているセンサーが3対2のね、センサーのアスペクト比になってるんですが、この全部、本当に全部を使って収録するような方式になっているんです。今皆さんがね、見ていただいているこの映像っていうのは16対9になりますので、3対2の上下の部分をね、ちょっと使わずに撮影してると。ただそれをですね、センサー全部を使って 8K で撮影ができるという風になったので、今まで 6K、4K は撮れてたのかな、はい、になるんですけど、今回から 8K ができるようになりましたと。で、これがどういったメリットがあるかというと、やっぱりですね、こう全部で撮っておくことによって、16対9よりも上下の幅が大きいことによる縦動画にね、後からリサイズできたりであったりとか、そもそもね、上下に余白があるから16対9をね、ちょっと上にしたりとか、下にしたりとか、もうちょいこの下の方を使いたかったなって時は下にしたりとか、そういったことができるので、とにかくね、やっぱりこう今の SNS 時代において、こういった柔軟性が広く取れるっていうのはかなりありがたいところになっています。で、これね、調べたところ、例えば他のね、フラッグシップ機であるニコンの Z9 とか、ソニーの α1M2 っていうのは、こういったオープンゲート取れないんですよ。これはね、ルミックスやっぱさすがのところですよね。オープンゲート自体はもうルミックスなんて S1H とかから全然できてましたので、これらがね、ようやくこの時代において評価されてきたのかなとか思うんですけれども、S1R2 もね、8K に対応しました。で、それに伴って、これめっちゃいいんですけど、3機種全部追加の機能なんですけど、複数マーカー表示に対応しました。はい、これフレーム表示ですね。これをオンにするときに設定で2個、3個と、フレームをね、選ぶようになりました。例えばですね、このフレーム1個を、2.39 対1、シネスコであったり16対9にしてあげて、もう1個逆に9対16でオープンゲートで撮ってあげるとですね、わかる？こういう風になるんですよ。オープンゲートでなおかつ、縦も見れるし横も見れるみたいな、このフレームがですね、なんとね、3つ、表示をねすることができるようになりました。なのでもう全部自分がねやりたいやつ全部表示をしておくみたいなことができるようになっちゃいましたね。えぐで、ちなみにこのフォーカスの AF のね枠の色設定も追加されて、これ全10色から選べるようになりましたので、なのでね、赤にしておけばこの枠の表示が AF のね枠の表示が赤になるみたいな形で、これもね変更できるようになりました。はい。で、続いてがですね、写真撮影時の深度合成ですね。これもですね S1R2、S12E、S12 全部対応したんですが、ここの写真の深度合成というね機能が追加されました。これ何かというと、複数のね写真を合成させて、要はピントの位置をこう深めていく、要はマクロとかの撮影時に有効な全体にピントを合わせるようなことができるようになったと。これね結構ねすごく良くて、今までは多分ねフォトショップとかなんか他のものを使えたらいけたのかな。ただこれがねカメラ内でできるようになったんですよ。一応ねこれ推奨三脚なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、固定する必要があるんですけれども、これ設定でですね、枚数で撮影枚数であったりとか、補正幅とか、この10段階で選べたりとか、あとシャッターでですね、シャッターを押して何秒後に開始するかとか、この辺を設定して撮ってあげると、かなりね表現幅の広いマクロ撮影がねできるようになります。実際にね僕撮影して比較をしてみたんですけど、これ確かにね本当に商品撮るときとかによりねピントを浅くせずにさ、全体に合わせたいとき結構よってあるんですけれども、なんかそういった時とかにねかなり使えるので、これはね写真家さんの方で待望だった方ね、もしかしたらいるんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。はい、っていうのがねまずねちょっと前提で紹介しておきたいものなんですけど、1個もうえぐいやつ、あれがね来ました。アリログ C3 に対応です。発売からわずか5日でね対応してしまうというね、もうほんまにありがとうって感じやねんけれども、S12 のねレビューでもお話ししてたんですけれども、アリログ C3 に対応すると。でもそれいつかわからなかったんですが、まさかのねこのタイミングで来ました。で GH7 ですね、こちらの GH7 にはもうねすでに対応してるんですが、今回のアップデートをすることによって、S1R2、S12E、S12 とね全部がアリログ C3 に対応したというところで、なので今回ですねパナソニックの Vlog とアリログ C3 も比較もしてきました。
。で、めちゃめちゃ撮ってきました。なのでね、このアリログ C3 改めて何がいいのか、これをね、ちょっと今回やっていきたいと思います。そもそもですね、皆さん、アリというカメラ皆さんご存知でしょうか？これはね、もうほんと映像をやってる方からしたらもうね、もう憧れでしかない、もうあの伝説のね、カメラメーカーなんですよ。1917年に設立されたドイツのミュンヘンにね、本社を構えるカメラとか、照明システムの会社となっています。創業者はアウグスト・アーノルドさんとロベルト・リヒターさんという方たちらしく、頭文字のアーノルドとリヒターを用いてこのねアリというね社名が作られたそうなんですね。様々なね映画制作の経験から画質とか使いやすさとか信頼性とかね、そういったところを追求した最高水準の製品開発を目指しているらしくて、このような哲学というのは現在でも引き継がれています。本当にね長い歴史があるようなメーカーで、アリジャパンに関しては2019年にね立ち上げられたとのことなんですって。なんとですね、世界全体の映画の 70% 程度のねシェア率と言われていて、映画業界のねほんとスタンダードと呼べるようなね存在なんです。2024年カンヌ主要部門では 80% 超えがアリでの撮影だったみたいなんです。やばいですよね。僕もね結構ネットフリックスとかのねドラマとかめちゃめちゃ見て、でその後そのままねメイキングとか見るんですけど、やっぱりアリのカメラ多いですよね。それぐらい本当にこう頂点のようなね、映像業界で本当に使われているので、僕たちからしたら本当憧れでしかないんですよ。でそんなですねアリ社のアリログ C3 というのが入るんですよ。えぐいんですよ、これが。ただですね、わかります。そのルミックスで使えることが何がそんなすごいのかっていうところだと思うんですけど、ここをね、今回よりね、詳しくね、深掘っていきたいと思います。ルミックスのカメラでアリログ C3 が使えることの素晴らしさ、魅力というのは大きく3つあると思っています。まずはアリログ C3 の色を使えるというところですよね。今回のこのアリログ C3 のカーブっていうのは、アリ社にもう完全に認定されているね、ログのカーブになっています。ルミックスの開発陣によると、今回のアリログ C3 のね実装っていうのは軽い気持ちでねちょっとやってみたんですけれども、せっかくだったらアリ社に評価してもらいたいというところから、連絡をしてね始まったプロジェクトだったらしいんですね。ただこのプロジェクト全体が1年以上のね大型プロジェクトだったらしくて、2023年のね年末に GH6 に取り入れて、それをミュンヘンのねアリ社に持って行って画質チェックをちゃんと共同で行って、実現した、認めてもらったみたいな感じで、開発者の方はね、お話をしていました。で結果的にこの入ったアリのねカーブというのは、アリに似たようなカーブというわけではなくて、本物の認証されたもう間違いないねアリログ C3 のねカーブとのことなんですよ。アリの色の特徴といえば、この肌色のねスキントーンであったりとか緑ですよね。僕は緑以外にも青とかシアンっぽいようなものもねちょっと乗るのかなとか、そんな印象があったりするんですけど、そういったものとか、あとは何といってもこう階調の豊かさ、滑らかさ、グラデーションというところがこのルミックスで再現できるというところが、マジでやばいというふうに思うんですよ。でその他の利点としては、アリのカメラを使っている方々たちにとっては、これらがクラッシュカムにもねなりうると、もしくはもっとこう簡易的にドローンに乗せたりしたいとか、あとはちょっとこう特殊な時とかにこうアリ本体のねカメラを使うのではなくて、こっちでね同じカーブが使えるから、ちょっとこうクラッシュカムとしてなんかこう危険なね撮影とか、こう本当にこうリスクのある撮影とかはクラッシュカムっていう、要は最悪ね壊れちゃってもいいみたいな感じのものを使われてたりするんですけど、僕たちからしたらね40万のカメラがクラッシュカムみたいな感じではあるんですが、アリのカメラっつったらもう1000万超えてくるものたちになるんで、全然それと比べたらさ、もう最悪みたいな時はね、全然こっちでね替えが利くっていうところがあるので、なんかそういった用途でも使えるっていうのはね本当に強みの一個のうちだと思いますよね。であとはですね、僕はこれがね本当にすごくいいなと思っているのが、アリのルックライブラリーが使えるんですよね。これらはアリのカラー用に作られているので、それらを今回のこのルミックスのアリログでも同じように使うことができます。これがね本当に面白くてですね、僕実際にねかなり今楽しませていただいてるんですけれども、まずねこのアリログ C3、 これのねアクティベートは有料になりますが、インストールすると本当にフォトスタイルにアリログ C3 が出てくるんですよ。フォトスタイル Vlog の横にねアリログ C3 が出てくるんですよね。でレック709、要は通常のね色に戻すねプレビューラットっていうのはもうその時点でこのカメラに入るはずなんですけれども、多分入ると思うんですけど、Vlog もあるじゃないですか。で入るんですが、アリのねラットライブラリーのね好きなラットをこうバンバン入れることができるんですよね。でしかもそれがねルミックスカメラだからこそ引き出せるねとある機能があるんですよ。それが、マイフォトスタイルです。
これですね、何がいいかというと、ここのフォトスタイルをですね、はい、アリログ C3 にするじゃないですか。で、そうすると、基本的には、ログなので、すごい淡い状態に、なってると思うんですが、ここでラット選択でですね、まずはそもそものアリログの709を設定しますと。これで一旦色を戻してあげて、で、そこからさらに、ラット選択を使ってアリのいろんなこのカラーを使っていくことができるんですね。他のカメラってラット1個しか入れれないんですけど、ルミックスは2個まで入れれるんですよね。で、それぞれのラットの濃度を変えることができるんですよね。これが素晴らしい。というのも、このアリのラットライブラリにあるラットっていうのは、レック709の後につけるというか、一旦ある程度戻った色に対して世界観をつけていくようなラットだと思うんですよ。ちょっと間違ってたらすみません。ただね、ラットライブラリのラットそのまま入れるだけでは、なんかやっぱちょっと色がしっかり出てこないので、一旦709に戻して、そこから、自分の好きなラットライブラリのアリのラットライブラリのものをバンバン入れていくことによって、もう取って出しでマジですごいいい色になるんですよ。僕今回いろいろと取ってきたんですけど、ちょっと見てみてください、これ。これ全部取って出しですよ。709のラットと自分が好きなラットライブラリのラットを1個組み合わせてあげることで、これを取って出しで取ることができるんですよね。どうですか皆さん、これやばくないですか普通に。なんか僕はここが一番結局嬉しいところなのかなと思ってて、やっぱカメラで取って出しでアリの色をもう全部楽しめちゃうみたいなのが本当にいいのかなと思ってます。もうなんかロマンですよね。はい。本当にプロの方々のちょっと意見を聞いてみたいなとは思うんですけれども、アリのこのルックっていうのが使えるのがすごくいいなというふうに思います。でですね、この本当アップデートっていうか、ラットライブラリがマジですごくいいので、僕が先日発売を開始したルミックスのカラーパレットですね、こちらのアリログ C3 に専用に作っていたパワーグレードをちょっとアップデートをさせていただきました。これまではですね、僕のラットをちょっと使っていただくようなノード構成になっていたんですけれども、今回アリのラットライブラリがもっと使った方がいいなというふうに思ったので、そのアリのラットライブラリ、僕がすごいいいなと思ったものを、これぐらいの適用量がいいのかっていうのを全部このロードにしてピックアップしてまとめたパワーグレードにちょっとアップグレードしました。もちろんアリのラット自体を僕が配布するっていうことは絶対できないので、ちょっとそれはご自身でダウンロードしていただく必要があるんですけど、これ全部無料でできるんですけど、ダウンロードして読み込んだらそれをもうリンクすることができるようになっておりますので、ぜひですね、ちょっとこのカラーパレットをもし購入された方、アップデート版をダウンロードしていただきたいし、まだそれを知らなかったっていう方は、僕が作ったこのダヴィンチリゾルブシステム用のパナソニックの V6 バージョンもあるし、アリのアリログ C3 バージョンも専用のパワーグレード両方とも作っておりますので、ぜひですね、こちらも使っていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。という感じで、このアリログ C3 がルミックスのカメラに入るこの意義というか、何がいいのかっていうところをちょっと理解いただいたと思うんですけれども、とは言ってもわかるんです。どれぐらい違うのかですよね。他のカメラとか、あるいは Vlog、パナソニックの Vlog と比べたときにどれぐらい違うのか。で、このアリログ C3 の優勝アクティブエイトは約3万円かかりますから、それをする価値はあるのかというのが気になると思うので、今回は比較をしてきましたので、それらを見ていきましょう。はい、いかがでしょうか。僕の中では、実際に好き嫌いは置いといて、確かに色の違いというのを明確に感じることができるのではないかと感じております。で、いろいろと調べてみたところ、アリログ C3 の方がハイライト側のダイナミックレンジを多く分配しているため、Vlog に比べると空とかスキントーンの回調が豊かになりやすいと、なだらかな白飛びに向かうというような特徴があるとのことなんです。一方でパナソニックの Vlog というのはシャドウ側を多めに割り当てている設計とのことで、アンブノイズが比較的少なくなる設計になっているとのことです。確かに実際に比較をしてみると、アリログ C3 の方がやはりちょっとノイズ感が増えてしまうような印象があります。一方でこのアリログ C3 であろうが Vlog であろうが、センサー自体が同じになるので、ダイナミックレンジも同じなんですよね。これに関してはカメラの性能になるので、ダイナミックレンジの位置とかは違うのかなとかはあるかもしれないんですけど、トータルのその明暗さを抑えれる量っていうのはもうセンサーに依存すると思うので、そこに多分変わりはないはずです。で、少しだけ使っていての違うところで言うと、アリログ C3 というのは ISO が500からになります。これ Vlog であ
あればですね、640からになるんで、他のは500とか、選択できるんですけど、この L と書いてるように、これ拡張 ISO になるんですよね。ちょっとダイナミックレンジが広くて一応取れますよっていうのになるんですけど、ベースのね、感度がちょっと変わるっていうのは特徴として一つ挙げられます。で、あと S1R2 はね、僕まだ試せてないんですが、GH7 はね、さらにまた違うくて、GH7 の場合、Vlog だったら ISO がこちらも500からに対して、アリログ C3 だと GH7 はなんとね、320から使うことができます。なので、Vlog よりも若干低く使うことができるので、これはね、なんか、色の話良好というよりかは、ちょっとその ND 関係とかにおいて使いやすくなりますよね。ちょっと ISO をね、下げれるっていうのは僕はすごく嬉しいなと思いました。はい、という感じで、ちょっといろいろとね、詳しく見ていくとね、このような形があるんですけれども、そもそもアリ社に関しては、色彩学や内部のアルゴリズムなどの技術解説をホワイトペーパーっていうね、PDF を公開してるんですよね。このね、ホワイトペーパーには、ダイナミックレンジ配分であったりとか、色域座標とかね、そういったものが載っているので、正確な数値を自分で確認することができて、でなおかつそれに最適なラットをこう作成したりとか、ポスプロの時に使うことができたりとか、そういったことを可能にしているので、もしね、そういったことが気になる方は、ぜひよかったら見てみてください。もう全部英語になってるんですけれども、ちょっと AI に助けていただいて、ある程度ね、理解することはできると思うので、よかったらこちらも見てもらえたらなと思っております。で、僕たちがね、ちょっといろいろと見てみた中で、結果的にですね、赤にプラス2で、青にマイナス4付近ぐらいにこうシフトしているっていうのが、分かってきました。つまりこのアリログ C3 というのは赤が少しオレンジ寄りになるような設計になっているというところだと思うんですね。一方でこのパナソニックの Vlog っていうのは赤がピンクとか、あとはマゼンタ寄りにね、飽和しやすいような設計に、ね、なってるかなと思いますので、そのあたりの違いが出てくるのではないかと思います。で、さらにね、このアリログ C3 っていうのは青自体をこうシアン方向、ちょっと緑っぽい青みたいなシアンの方向へシフトさせて、空とか水面のね、赤かぶりっていうものも除去するようにしているみたいです。で、あとはね、緑自体もやや黄色の方にシフトしているらしくて、フィルムライクな灰色を再現したような設計になっているとのことなんです。どっちもね、すごいスキントーンは綺麗なんですけれども、でもなんかそれぞれのね、良さがあるような、緑の発色一つもちょっと違ってくるような感じがするので、本当にね、これらはね、すごく楽しいところだと感じています。はい、結構ね、こう、アリログ C3 やっぱ撮ってる時本当に楽しいし、編集もすごいテンションが上がるんですよね。僕自身はそもそもパナソニックの Vlog 自体がね、めちゃめちゃ好きなカラーなので、どっちがいいかって言われたらね、なんかそういうことではないんですけれども、一つ絶対言えることとしては、1個のカメラで2つのカメラを使ってるような感じなんですよ。パナソニックのカラーとアリのカラーをね、両方とも楽しめるっていうのは、もう他のカメラにはない、もう間違いな魅力ですよね。僕はね、このアリログ C3 を撮るという撮影体験と、あとはやっぱりこう、ラットライブラリとかを使った、それらの取って出しでしっかりと色を楽しめるというところとか、あとはちょっとアリのね、カメラというものに触れてみることができるというところを考えると、アップデート費用のね、3万円というのは、むしろ安いのではないかというふうに感じております。実際に僕 GH7 にもね、自分で購入してアップデートしてますからね。でですね、このアリログ C3 のアンロック方法になってくるんですけれども、これですね、今公式サイトだとちょっと売り切れてて買えないと思うんですね。なので一応ね、パナソニックさんにも確認したんですが、今ね、マップカメラとか銀地さんで売ってますよということなので、こちらのね、どっちかとかで買っていただくといいかなと思います。僕はマップカメラで買ったんですけど、なんでかっていうと、ちょっと安いんですよね。3000円ぐらい、なんか税込みで 29,700 円で、銀地さんが 33,000 円税込みになってるんで、ちょっと安いんですよね。なのでそっちで買っています。で、多分 Amazon とかにもあるんですけど、ちょっと Amazon は避けた方がいいのかなとか思わなくもないけれども、ちょっとその辺は自己責任でというところになってきます。はい、というわけで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。やっぱりこうしてね、ルミックスカメラがどんどん進化していって、購入した方がね、こうより使いやすくなっていくっていうのは本当に嬉しいところですよね。で、アリログ C3、本当にね、年内って聞いてたんですけれども、まさかのもう5日後に使えちゃうみたいな感じで、いや、これはね、本当やる価値すごくあると思うし、アクティベーションキーのね、ちょっと在庫はね、そんな多くなさそうなので、やりたい方は早めにね、購入しておくのがいいのかなというふうに感じております。はい。で、僕 S1MAX シリーズのね、発表の時からいろいろと動画を作らせていただきました。レビュー動画だったりとか、おすすめの L マウントレンズとか、あとはルミックスカメラのね、撮影設定とか、そしてこのね、アップデート動画を含めて、4本ぐらいバンって出してきたんですけど、ちょっとね、一旦一段落というところで、たくさんね、こうやってね、たくさんね、ルミックスカメラのね、魅力を伝えることができたり、僕自身もいろんなね、こ
ルミックスのカメラについて深くね、詳しく知ることができて、本当にね、嬉しいなというふうに感じております。で、アリログ C3 のところに関してはね、僕自身アリのカメラをね、使ったことが全然ないので、本当にこのね、偉そうに何も言えることはないんですけれども、なんかだからこそ、すごくこう、ロマンを感じるし、なんかいつかは使ってみたい、やっぱカメラなんですよ。なので、なんかそういったものをこのルミックスのカメラでね、使えるっていうことだけでも、僕はね、それを実現してくれたね、ルミックスにはすごく感謝の気持ちがめちゃめちゃあるし、なんかこんなにもね、早く提供してくれて、で、そのアリのラットライブラリーを使ったらさ、やっぱりすごく楽しいなと思うことができたので、本当にね、この体験をいろんな方にね、ぜひしてもらえたら僕自身もね、嬉しいなというふうに思っています。で、1個ね、おすすめのね、撮影設定があるとしたら、プロレスで撮ってみてください。ルミックスのカメラで内部でプロレス記録ができますので、これで撮るとマジ画質がレベチなんですよ。先ほどね、見ていただいた、アリログの映像とか、これまでお見せしてきた GH7 のアリログ映像は全てね、プロレスで撮ってます。だからめちゃめちゃ綺麗なんですよね。やっぱりね、MOV とかの、ロング GOP とか、そういったものと比べると、画質の密度がもう全然違います。これらをね、CF Express Type B で、撮れるカメラになってますので、確かにデータ容量めちゃめちゃ大きくはなるんですけど、でも本当にこう、ルミックスの画質をね、もうマックスで楽しみたいからね、もうぜひプロレスで撮ってみてください。もうマジでね、圧倒的な画質がね、出てくると思いますので、よかったらね、こちらも体験してもらえたらなと思っております。ということで、一旦ね、ルミックス S1M2 シリーズの動画はここまでにしようかな。はい。またね、もちろん出そうとは思うんですけれども、ちょっとね、いろんな動画も作らないといけないので、このトータル4本ね、楽しんでいただければすごく嬉しいなと思ってます。で、そんなね、ことを並行しながら、僕はルミックスカラーパレットというものをね、頑張って作っておりました。もう実際にね、リリースをしているんですけれども、これはですね、5つのね、ライトルームプリセット、2つのリアルタイムラット、そしてパワーグレードとか、あとは4つのラットとかもね、含めた、もう本当にトータルのね、カラーシステムになっています。僕がルミックスのカメラをね、6年間使ってきて、そこから得た教訓であったりとか、いろんなこうカラー表現について学んできたんですけど、こうやったらね、本当にルミックスのカラーの良さが出るなっていうところをね、もうめちゃくちゃ研究し尽くして、詰め込んだね、パックになっています。写真も動画も映像もね、そして撮影時のリアルタイムラットもね、全部を楽しめるね、本当に一貫した、ものをね、やっと作れて、もうずっとこれもね、2年ぐらい前から作りたいなと思ってたんですけれども、ようやくね、最近出すことができて、実際に多くのね、方々にも使っていただけてすごく嬉しいなと思ってるんですが、こちらもね、よかったら合わせてチェックしていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。